恵子さん、今日はパーティーのね、恵子さん、今パーティーシーズンで、たくさんご自身も行かれてますし、ご自身でもパーティーをね、ここでされてると思うんですけれども、やっぱりアメリカのパーティーってちょっと違うじゃないですか、全然日本と。そう日本のパーティーがちょっとなんかよくわからないんですけど、一応今回恵子さんに手順をね、どういうふうに、企画をまずとにかく招待状から始まって、そうですね、招待状を作って、時間とか、もちろん場所、それは当たり前ですよね、それからコンセプトもちょっと書くんですね、もちろんですけど、例えば今回のコンセプトは何のパーティーか、ジャパニーズ寿司パーティーとか、そういうの書いて、あとは必ずみんなアメリカの人で気にするのは服装なんですね。例えば1920年代の格好してこいとか、例えばロックンロールスタイルでこいとか、ちょっとリクエストがあるんで、そっちの方がなんか逆に言えば楽だったりしますよね。なるほどね。恵子さんの今回のこの間おやりになったパーティーっていうのは私が言ってるのは、シックカジュアルでいいんだけどちょっとシックにしてくださいって。で例えば男性だったらジャケットにポケットチープとか、カジュアル系なんだけどピシッとネクタイしなくていいけど、やっぱりちょっとこうおしゃれっぽいっていうか、でシークな感じでっていうふうに書きました。でゲストがお見えになりますよね。で一番最初にウェルカムドリンクを準備されてたと思うんですけど。そうですね、必ず、ぴったりにあんまり来ないんで。そうですね。っていうことは初めに来た人はなんかパーティー待たされたり。なんか日本はそういうところってあるじゃないですか、みんなが来ないとなんかこう料理も乾杯オープンしないみたいなでみんなじっとお腹空いて待ってるとかっていうことがないようにしたら、まずすぐにドリンクは渡す。でみんなドリンクを飲みながら来てた人たちとお話しする。でディナーが始まる前よりもそちらの時間がすごい大切なんです。大体は一般的には初めにパッシングフードが出ますよね。みんなカクテル立ってカクテル飲んでるので、その時にこうフィンガーフード、そのフィンガーフードは大きくちゃダメなんです。みんなパクッと食べた時に汚したりとか落としたりするので、一口サイズですね。なるほど。本当に女性の一口サイズにするのがおしゃれですね。なるほど。よくなんて日本でいうカナッペみたいのを出してるようなところあるんですけど、あれは落ちちゃうんですよね。下に食べようと思ったらポトッと。でお洋服なんかすごい綺麗なの着てらっしゃるんで、だから私のホステスはそういうことすごく気遣います。なるほど、そういうところまで気をつけてらっしゃる。必ず。でドリンクは大体どういう感じで、どういうものをもちろんお酒を飲む人もいれば飲まない人も。でもやっぱりほとんど初めシャンペンですね。シャンペン。この間のパーティーの時は 90% シャンペンだったじゃないですか。ペリエとシャンペンとあとジャパニーズナイトだったので、ジャパニーズ酒出したね。なるほど。あんまりこうでボッカとかウイスキーくれとかっていう人は来るなり駆けつけてね、そうなボッカとかはちょっとそれでテキーラとかそういうやつね。で私ここ今見たらすごい素敵なお花があるんですけど、これはパーティーの時のやっぱりセンターピース。そうですね。その時の雰囲気によって夏はねどちらかっていうと白っぽい感じであんまり明るい色使わないんですね。この赤とかピンクとかは使わなくて、できるだけ薄いピンクでも薄い、あと白とか、白を基調にしてあとグリーンとか涼しい感じ、でそれは必ずお花屋さんの方に、どういうのがいいかっていうことは指定します。今回は全体的にカラフルにしてくださいと、色もどっちかっていうといろんな色を入れてくれとかで、端はなるべくこう長くこうビャッとこう横に出るように生けてくださいとか。華やかですよね、とってもやっぱり。センターピースすごい大切ですね。そうですね。で食器はねどこに置いてらしたんですか。皆さんこう来て、フィンガーフードはいらないですけどカウンターを作るんですね。でここにここにテーブルの細いテーブルを作って、ここでサーバーの人たちがここでお食事のメインはお寿司だったんですけど、そのお食事のメインの前にっていうのはね、お寿司って職人さんがこう作ってるじゃないですか。何十人の人がバッと言ったら大変なので、その前にある程度お腹をちょっと落ち着かせていただいて、みんながあんまりお腹が減らないようにお腹が減らないようにまずパッシングフードを食べて、その後ここで
結構アプタイザーをだからジャパニーズなんで全部ジャパニーズ、例えば今回出したのはお魚のサーモンでカリフラワーのとベーズルのソースをかけたものと、あと和牛、スライスした和牛とそれからそばサラダ。それをそれだけ私作ったんですけど、それをこう白いお皿の上にこう上げて、で皆さん座っていろんなところ場所がありますけど、それぞれそのテーブルに座って、でピアノも開けときます。でこのピアノを開けるっていうのはもちろんピアノはその時弾かなかったんですけど、ピアノを置いとくとここになんか物を置かれる方いらっしゃるんですよ。よく見ますパーティーで。パーティーで置いてる人いますよ。飲み物なんか特に。でピアノはやっぱりこうステインになっちゃうので、ですからサーバーの人たちが気が付いてね置いてもすぐにナプキンを下に引いてくださればいいんですけど、なかなかね皆さん忙しくしてらっしゃるので、ですからここにお皿だとか置かないようにこれはいつも開けてあります。なるほどね。そういうことが何にもこうケアされてないパーティーに恵子さんご自身で行かれて気になることってあります？皆さんねパーティー慣れしてらっしゃるので、ありますけど、ただすごい混んでるところに赤ワインを出してて、ぶつかって例えばこうパッと振り向いた時に肘でぶつかってバッとその人にかかったりとか、シミになりますよね。それを何回か見たことあります。ですからファッションショーもそうなんですけど、この間のねフルラの時もそうだったんですけど、色物のあんまり飲み物はパーティーの時はお出しにならない方がいいかもしれないですね。たくさん、すごいたくさんの時は。おっしゃる通りですね。それはね。で恵子さんすごいなって私はフルランのパーティーの時も思ったんですけど、化学反応を起こすのがすごく。なんで単にこう人を集めてで飲み物食べ物で楽しい時間っていうんじゃなくて、なんかその人たちの間のケミストリーっていうんですか、そういうのってやっぱり選ぶところ、お客を選ぶところから始めなきゃいけないじゃないですか。そうですそうです。もうパーティーっていうのは、絶対誰でも呼んじゃダメなんですね。っていうのはそのパーティーに来てる人たちの目的とか、それから会話が、同じようにできる人を集めていかないと、なんか呼ばれた方もすごくぎこちなくなるし、それからカンファタブルじゃなくなるんですね。ですから必ず呼ぶ方たちは同じような、環境とか、同じようなこうテイストとか、そういう方を呼ぶようにしてるので、いくつかするようになるんですね。ビジネスに関係ある人とか、銀行の人とか、あとお医者さんとか、そういう方も呼ぶパーティーもするんですね。ですから何回かしなきゃダメなんですよ。なるほどね。単にもう1回でやった方が簡単ですけどね。でもそうはいかない。絶対イントレストが全然違うので、誰でも彼でも呼ぶとそのパーティー自体がバリューが下がっちゃうんですね。だからみんなが興味のある話題を持ってるようなグループ、例えばまた共通の友人がいるとか、そういうような話がみんなできる人たちの方が良くても悪くても。一つねアトラクションをされたじゃないですか。っていうか、パフォーマンスは必ず入れてるんですね。それは恵子さんだけですか？ソサエティの方たちってみんな割と。人によってはただ飲んで食べてるだけの人もいるし、でもなんか結構みんな入れてる人多いですよ。そのパーティーにDJ ってのは当たり前みたいな感じだし、クリスマスパーティーは。でも私みたいにそういうミュージックじゃなくてパフォーマンスを入れる人はあんまりいないんですよ。例えばバレエとか、でも例えば、日本だったらお琴とかそういうのを入れると思うんです。そういうの入れないんですね。アクションがなるべくあるもの。それはどうしてですか？っていうかそっちの方がエキサイティングですよね。例えば前に飲んだのは日本の忍者の女性のバレリーナで袴を履いて、なんかこう刀を振り回してたりような感じで、そういうの皆さん好きだし、今回は空手の型を入れたりとか。やっぱり日本文化にちょっと関係あるような。そうですね。やっぱお寿司もされるからやっぱなんかちょっとそこでこうつながりが全部日本でこう全て日本を強調して、でそういうパフォーマーも日本に関係ある方を入れて、で今度は
剣道あたり入れましょうかね。なるほどね。すごく皆さん楽しんでらっしゃいましたよね。すっごい楽しんでますね。あれもだからこう熱を加えるのに、それからあともう一つパーティーの一番大切なのは、はい、自然にシューッとこう終わらすテクニックですよね。はい終わりますとは言わないんで。ああなるほど。だから中にはね、あんまりないんですけど結構ねお酒を飲んで楽しいとずっと長くいらっしゃる方がいるじゃないですか。いるんですよ。いるでしょ。でなんかアメリカのコメディでも、ゲストネバーリーブズだから永久に帰らない客。そうひょっとしたらなんかねどっか部屋用意しなきゃいけないんじゃないかと。でもね、それはやっぱりどちらかっていうと日本の方の方が多いですね。そういう方、結局パーティー慣れしてないっていうかやっぱりそこにこうね酔っちゃうみたいなね。ですから大体みんなもう慣れてる人は時間を見て自分の方から、なんとなくほらパーティーの様子わかるじゃないですか。もうデザートを出した時にはもう帰れとは言わないんですけど、はいそろそろ終わりですよっていう合図なんですよ。でもみんなそれ心得てるので、で私がデザートタイムって言うとじゃあもうスタッフの人もこれでおしまいだなっていうことなんです。そうしてあとは一番大切なことはバーをクローズするんですよ。そうですよね。もうお酒がなくもうバーをクローズしたのバーを、でとにかくバーをクローズして、それでもうデザートを出す。なるほど。そしたらもうそろそろ終わりですよっていう感じですよね。でスーッとこう終わらすっていう、なるほど、ね、そういうテクニックがありますね。なるほど、いろいろ本当勉強になりますね。一応そのアトラクションの後にじゃあお寿司を出されたんですか？そうですそうです。なるほど。じゃあアトラクションは大体5分から長くやらないですよ。5分から7分。でこうみんなが盛り上がってわーっとなるじゃないですか。でお寿司を用意してあるカウンターの方に誘導するんですね。でここでアトラクションやられてその後カウンターの方に向こうに行かれたと。でお寿司が来てお寿司を皆さん堪能されて、でその後デザートでしたっけ？そうですね。で必ず皆さんが座れるだけの人数分の人しか呼ばないです。だから30人ぐらいですよね。なるほどね。そういうことなんですね。やっぱりちゃんと座って食べられるってことですね。座って食べられる、座りたければ座れる。でも座らなくてもいいということで、必ず座れるだけの椅子っていうかその場所に見合うだけの。でぎゅうぎゅうに感じにはならなくて、みんなが座れるような数の方を呼ぶようにしてるんですね。京子さんこれパーティー本当にパーティーで授業ができますよね。何十年もやってますからね。細かいところまでねすごくこう計算されてというか、いかにこうゲストが楽しく、とはいえやっぱりほらサービングする方も疲れないように、メリハリをつけて。メリハリが大切ですよ。だらだらだらってならないようにね。でこうプログラムもちゃんと組んで、あともう一つは手伝いに来てくれる方たちに、一体あなたは何をしなきゃいけないかっていうことを初めに明確に言っとかなきゃいけないです。例えばあなたはスタッフミーティングされてましたよね。スタッフミーティングは絶対ですね。例えば、あなたは今日はコートを、初めの30分はコートチェックしてください。で戻ってきたら、今度グラス集めをしてくださいとか、あなたの仕事は例えばあなたの場合はパッシングフードを持って回ってください、とか必ずそれ細かく指示します。誰が何を。それだとぶつかることもないし。そうですね。何時間ぐらいだったんですか？多分ね全部始まってからは3時間ぐらいじゃないですかね。でもやっぱりそのぐらいあれば2時間半から3時間ぐらいですね。そのぐらいあればね皆さんやっぱり最後の方がお帰りになるまでお話になれますよね。確かにね。そうです。今年のパーティーでやっぱり一番名イベントはアンドレア・ブッチェリさんのお家でやったイタリアのトスカーナのパーティーでしたね。彼のお家の裏庭でやったんですけど全部白ということなんで皆さん白を着て、行きましたけど、あれもとてもなんていうのかないろんな方が出てきていろんな歌を歌って、彼だけじゃなくていろんな有名なシンガーの方が一緒にコラボしてくださったし、で彼自体もピアノを弾いたし、だからなんかそういうなんていうのかしらね、あとはセッティングが素晴らしいところもありますし、いろいろですよね。なるほどね。でもそれだけの方が外国のイタリアの
そういう素晴らしいお宅で、まあ、トスカニーの素晴らしいお宅で白でねみんなが、はいみんながだからちょっと白でねこう圧巻ですよね。ただ暑かったのがね難関ですよね。そこはなんかまた難関でしたけど、ええでもやっぱり今年のパーティーの思い出って言ったらトスカーナのはいパーティーじゃなかったかなと思いますね。ありがとうございます。恵子さん、今日はパーティーのお話を、そうですね。やっぱりいろいろ教えていただくことがはいたくさんありました、今日は。本当にそうですね。はい、この12月の10日ぐらいでいろんなパーティーが、はいまあクリスマスパーティーですね、はい大きなのが終わって、はいでまあ皆さんいろんなところに行きますよね。はい寒い間はサントロペとか、はいそれからフロリダフロリダとか、セントパースとか皆さんいろんなところに行くんですけども、まあはい3月の末ぐらいまでそこにいてなんかお会いしないっていうのが、まあニューヨークのまあ社交界の方たちの。人たちのスケジュールになりますね。なるほどね。ありがとうございました。またよろしく。